皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカの高官が日本に開発中の中距離ミサイルを配備することを支持するといった話をしています。今回はその話題を軸にして、日本の防衛力向上についての考えを深めていきましょう。なお、日本に中距離ミサイル、長距離ミサイルといったものを配備すると、それによって中国の主要都市がその攻撃範囲に入るということについては、基本的には議論の中心としてはいけません。あくまでも防衛能力を向上し、北朝鮮などの表立った敵に対して敵基地攻撃能力を持つということが議論の中心でなくてはなりません。みんな中国に届くようになるなということを心の中で思いつつも、それらは表立って言わないというのがある意味お約束となっています。それでは関連ニュースを見ていきましょう。中距離ミサイルのアジア配備、日本も候補。アメリカ高官、日本の敵基地攻撃能力は価値ある。アメリカ国務省のマーシャル・ビリングスリー大統領特使は14日、アメリカが開発中の地上配備型の中距離ミサイルについて、日本などがまさに将来的に望み、必要とする防衛能力だと語り、配備先の候補になるとの見方を示した。中国を喫緊の脅威と断じ、アジアの関係国との軍事協力の拡大に意欲を示した。ビリングスリー氏は、対中国強硬派として知られ、政権の安全保障政策全般に関わる。トランプ政権下では、テロ資金対策の財務次官補も務め、今年4月に大統領特使に就いた。ビリングスリー氏は、アジアの関係国とは、中国の核戦力がもたらす喫緊の脅威だけでなく、同盟国を守る能力についても協議していきたいと語った。具体的には、アメリカが開発を加速する地上配備型の巡航ミサイルを挙げた。同ミサイルは2019年8月にロシアとの中距離核戦力 INF 廃棄条約が失効したことで開発・配備が可能になった。射程は 1000km 前後とみられる。アメリカ領グアムに配備しても中国が射程に入らず、アジア諸国に配備する必要がある。音速の5倍以上の速度で飛行し、迂回などの機動的な動きができる極超音速兵器についても、アジア太平洋地域で安定をもたらす防衛能力だと指摘。中国による軍事的脅迫を防ぐことができると語り、開発を急ぐ考えを示した。米軍は中国が有事の際にミサイルや空海陸の戦力で中国近海での米軍の影響力を抑止する接近措置、領域拒否戦略を取ると警戒する。ミサイル防衛システムでも迎撃が困難とされる極超音速兵器は中国の戦略に対抗するための有効な戦力の一つと見ている。日本がミサイル防衛の一環で敵基地攻撃能力の保有を検討していることについて価値のあるものだと語り、保有を支持する意向を表明した。日本は6月に地上配備型迎撃ミサイルシステムイージス・アショアの計画を停止して代替策を検討している。一方で向かってくる弾道ミサイルからの防衛能力は引き続きとても重要だと指摘し、従来型のミサイル防衛もおろそかにすべきではないとの考えを強調した。日本の防衛力向上のためには敵基地攻撃能力を持つべきだというそういった議論は少しずつではありますが進んでいます。その中において注目されているのはトマホークミサイルがまずあります。このトマホークミサイルは射程距離が2500キロ。地上配備型ではなく、現在のところイージス艦に配備して必要な時に敵基地に撃ち込むということを想定しています。射程距離が2500キロあって、しかも船なのですから、別に北朝鮮だけではなく、ロシアであったり中国であったり、そのような国々に対する牽制能力というものも持つことができます。ですから私自身は地上配備型というのはあくまでもトマホークミサイルを導入したその後のこととして考えた方が良いと思います。わかる人からしてみればすぐにわかる話ではありますが、対中国に対する戦力としても十分にかなうものです。ただ、だからといって地上配備型のミサイルについては完全に除外する必要はありません。なぜならば、射程が長いミサイルであればあるほどどうしてもその大きさというものは大きくなっていくものです。ですから、射程距離が短い、それによってある程度小型化が図れればコストを安くすることができるかもしれません。これはあくまでも開発中のためその単価といったものが出てはいないのですが、トマホークミサイルとその使用用途において分けて考えれば地上配備型のミサイルというものも十分に導入に値するものになるでしょう。何にしても政治的な状況において現在アメリカは対中国というものを睨んで日本の防衛能力向上に拒否は示していない傾向があります。その背景にあるのは何といってもトランプ大統領としては自国の兵器というものを買い込む国があることは基本的には賛成しているからです。
例えば台湾などはオバマ政権の時には軍備の更新をしようとしても、オバマ政権がそれらを阻んでしまい、なかなか戦闘機の購入や戦車の購入、潜水艦の装備更新などがはかどりませんでした。しかし現在のトランプ政権下においては、最新の F16 を導入することもできましたし、地上軍においては M1A1 戦車なども導入することができました。また、潜水艦には長距離の魚雷なども導入することができ、お金はかかるものの、軍備の更新というものが一気に進むことになりました。同じようにトランプ大統領としては日本が防衛能力を上げるために様々な兵器を購入することに一切反対はしないように思います。このような国際的な情勢というものを日本はある程度利用すべきでしょう。しかし導入の最初においては実績のあるトマホークミサイルを導入するというのはいいのですが、しかしアメリカ製の兵器に全て依存するというものは日本の防衛産業のためにとってもあまり良いことだとは思いません。ですから、最初はアメリカ製の武器を買うけれど、その後の開発においては、日本は独自開発の道を選ぶというのも一つ重要だと思います。何しろ、ミサイルの世界は、より早く、より軌道を変更できるような不規則な動きをするミサイルについての動きというものが非常に加速しています。極超音速ミサイルであったり、途中で軌道を変更するミサイルなどについては、非常に高い値段の兵器となるでしょう。ですから、そのような兵器について、確かに開発にお金はかかるかもしれませんが、共同開発をするなり、独自開発をするなり、すべてがすべて出来合いのものを高値で買うといったわけではなく、どこかの段階で開発の段階から参加し、それによってコストを下げるというのも一つ必要な政策だと思います。何にしても、表向きとしては北朝鮮に対する敵基地攻撃能力を持つんだ、そのために兵器を導入するんだといった話で、物事を進めて、その結果として対ロシアや対中国に対して敵基地攻撃能力を自然と持つようになるというのは、私は流れとしては非常に良いことだと思います。ただ、純軍事的な話をすると、敵基地を攻撃することはトマホークミサイルの導入することによってできるでしょう。しかし、そこには一つ問題があります。基地のように動かないものであれば、確かに問題は全くないのですが、問題などはトレーナーに乗せた長距離ミサイルなどについては、これを撃破するのは非常に難しいということです。それこそ大型の車両の背中にミサイルを搭載し、そして動き回ってどこからでも日本を狙える。そういったものについてはどうしてもトマホークミサイルなどでこれを捕捉し攻撃することは難しいです。ですから長距離ミサイルを持つことによって敵基地の攻撃能力を持ったとしても敵の攻撃能力その全てについて必ず抑えられるようなものではありません。ですから近距離ミサイルや中距離ミサイルを配備するということは必要の第一歩ではあるのですが、そのさらに上、敵領空に侵入して我が国への攻撃能力を奪うそういった行為についてはもう一歩先の段階として議論を進める必要があります。このような作戦を実行するには、有人戦闘機を送り込むのはリスクが高すぎます。ですから、遠隔操作やもしくは自律飛行できるような無人型の飛行機を送り込み、その無人型飛行機にミサイルなどを搭載し、より間近で攻撃するような兵器システムを日本にも導入する必要があるでしょう。これから米中冷戦のその構造というものは、長期間にわたって持続されることになるでしょう。ですから、その環境下において、軍備を整えるということは非常に重要です。しかし、日本においてはこうした軍事的な話というのは正面から進めることが非常に困難であり、そのために北朝鮮を打診して対中国に対する戦力を整えるという、そういった回りくどい話をこれからもする必要があるでしょう。皆さんは日本の防衛力強化についてどのようなことをお考えでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。